こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、前回は北東の地図6枚に、メガタイガがなかったことを確認しました。東北じゃなかったの？それがなぜか、ご指摘いただくまで素で気づきませんでした。もはや色々手遅れです。なのでここは一つ、病み上がりで頭が寝ぼけていたということで。そういう時はラグさんのせいにしておくものよ。まあそれはともかく珍しくもメサからのゲーム再開です。今目前に課題を2つ抱えています。一つは溶岩だまりを見つけること、もう一つはネザー経由でピラミッド拠点に戻ることです。どちらも運が良くないと手間ばかりかかりそうね。それで早くも気が重いです。さて、ロスとしたらヤバいものはエンダーチェストに移し、行動開始です。まずは溶岩だまりの探索から。で、そろそろメサの型焼き粘土の地層を意識し始めています。事前にググった限りでは、普通の型焼き粘土を含め計7色が生成されているはずです。残り10色は普通の型焼き粘土を染めることになるわね。その上で、ビーコンをどう配置して山のどこから採掘していこうか、地形を見つつ悩み始めています。さて、メサを海岸沿いに進んで砂漠にやってきました。デコボコしているメサよりも、平地が多い砂漠や草原の方が溶岩だまりを探すのに走り回りやすい、という計算です。生成されているならね。そして少し進んだところで突然変異のメサ土中が目に入り、作戦変更してやっぱりメサの中で溶岩だまりを探すことにしました。気まぐれなのね。まあまだ私はメサの地形を細かく見たことがなかったので、将来の大量採掘に備えて、溶岩探すついでに歩き回っておこうと思った次第です。そして、探し始めて15分ほどで溶岩だまりを見つけました。第一関門突破ね。黒曜石を回収した戻り崖ですが、メサの山と山の間に流れる河川を通りました。ビーコンを配置するならこういったところがいいのかもしれません。さて、いよいよネザー駅が近づいてきて、さらに気が重くなってきましたが、まあここまで来た以上やるしかありません。以前作ったネザーの地図を準備し、ネザーに突入です。このメサからネザーに入った時に、その地図の範囲に含まれるかしらね。東西方向では地図内に入るでしょう。通常世界では拠点からメサまでほぼ6キロ、その8分の1ですから、南北方向ではちょっと北にはみ出すと思います。で、まだ？相変わらず遅いわね。なんとか洞窟の中を免れたようです。さて、確か拠点に続くネザーゲートはこの辺り。そして、現在地は多分この辺りです。地図の北の端の一部が更新されていることを期待していたのですが、新たな地図を作るしかないわね。で、ネザー2枚目を作ってみたら、あとほんのわずか南に出てたら最初の地図が更新範囲にかかってたのに。これでよくかすらなかったわね。さて、ネザーラックの模様で方位を確認しつつ、1分ほど周囲を調べてみたのですが、この溶岩海の向こうに進まないとならないようです。おかげで早くも意気消沈気味になってきてしまいました。早すぎるわよ。アイテム抱えすぎで怖いんですよ。でもそんなことは言ってられません。メサのブロックを持ち帰るルート作りをしなければ、地図動いてくれなくなってるし。ネザーゲートをくぐるからよ。ゲーム起動し直しました。今度こそちゃんとネザーを突き進んでいきます。丸石で目印を立てつつ、じわりじわりと拠点のゲートに近づいていきます。さて、ソウルサンドを踏むと若干めり込む罠にかかった先で、なんと2箇所目のネザー要塞を見つけてしまいました。これはラッキー。さすがにこっちのネザー要塞もネザーウォートがないなんてことはないわよね。きっと多分ないでしょう。しかしまあ、随分近いところによくネザー要塞2箇所も生成されたものです。
そして、西に進んでネザーラックの山を貫いているところで、きちんと警戒しています。でもめったに溶岩は埋もれてないから、ほとんどの警戒は無駄なのよね。さてその先で、高所から降りていくルートを開拓しているところですが、なかなか途切れないルートが見つからないのはネザーの特徴です。で、降りてきたところで、地図上では過去に埋めたエリアと繋がってくれました。ここまで来たらもう一踏ん張りね。さて、あとはネザーゲートか、以前つけた1箇所目のネザー要塞までのルート上の目印を見つけたら通常世界に戻れるのですが、確かそこそこの高さにあったような気がするのですが。多分あれです。やっと繋がりました。分岐地点の目印を目立たせて、いよいよ拠点に戻れそうです。そして拠点へと続くネザーゲートへ。なんとかネザー経由での帰還を果たしたようです。結果的にはほとんど危なげなかったわね。2箇所目のネザー要塞も見つけられたし、成果としては満足です。ってあれ？ネザーゲートが増殖してしまいました。遠征の出がけにかっちゃんこしてなかったからよ。でもまあいいです。ゾンビピッグマンが出てきた時にはゲートはやや遠めの方がいいですから。さてここで一つ実績をこなしてしまいます。実は今回の遠征中にケーキのクラフト用の牛乳も取ってくる予定だったのですが。また忘れたのね。でも幸いなことにメガタイガが見つからなかったし、次回の遠征中に取ればいいんです。見つからなかった回があったわね。5、4、3、2、1、チーン。そういえば、チーンは電子レンジの1000倍特許ではなかったわね。はい。なので、かまどでチーンとなっても何らおかしくありません。さて北東の遠征の地図を飾りましたが、やはり寒い気候が巨大です。さすがのメガタイガも冬眠中で出てこれなかったのでしょう。で、地図は全部で39枚。かすかに嫌な予感がします。さて、次の作業はここからメサまでのネザールートの安全確保です。本当は爆発耐性で優れる丸石を持っていきたいのですが、節約のため、代わりに不要品と化している砂岩を持っていきます。まあこういう時に大体忘れるのは定番のエンダーチェストです。傘みたいな役割なのね。さてこの作業、おそらくかなり時間がかかることは予想できていたのですが、でも安全確保しないと、大量アイテムを運びつつのメサとの往復が怖いです。それでもなるべく手間を減らしたいので、地面の厚みがあるところでは高さ2段の溝を掘り、後で頭上をブロックで塞ぐという作戦に出ました。素直にネザーラックの中を掘り進んじゃいけないの？全実績解除後だったら座標を見て突き進むことができたのですが、今はネザーに立てた目印を見ながらルートの方向を決めないといけないんです。途中何度かガストの襲撃を受けましたが、どうにかなんとか撃退し、作業開始から45分、やっとメサ側のネザーゲートに到達しました。随分長かったわね。まあでも、まだ頭上を塞いでいく作業が残っています。そしてさらに40分ほどかけてほぼ作業完成です。それでは最後の補強しつつですが、8倍速で約40秒のネザーの旅をご覧ください。すごく殺風景な景色が続いているわね。ガストの襲撃を受けたくないがための、努力の結晶です。ちなみに実は、当初はレールを這わそうとも考えていたんです。でも、距離を地図上から見るに東西方向に1キロを超えておらず、トロッコ実績解除に利用しづらいのでやめました。実績解除の時だけちょいちょい伸ばせばいいじゃないの。ネザーではおっかないです。まあトロッコ実績は、湿地の田舎暮らし計画の方で行おうと思います。さてピラミッド拠点に戻り、ネザーレンガの養蚕に取り掛かっているところで今回はここまでです。次回は田舎暮らし予定地の西の湿地までレールを敷いて、トロッコ実績解除を行おうと思います。
そっちの準備ももう手掛けるのね。各種色付き羊毛がそろそろいるようになってくるんです。で、時間が余ったら牧場作りや他の実績解除をこなしていこうと思っています。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。